こんにちは、うつみあさです。本日は久しぶりのガチ有益動画ということで、五商産業さん徹底攻略動画となっております。編み物好きの方でしたら、誰しも一度は思ったことがあるのではないでしょうか。セリアやキャンドゥに毛糸を卸している五商産業さんの毛糸は、五商産業さんが楽天市場で直営されているネットストア、毛糸ピエロや毛糸雑貨ストアーズで同じようなものを買えるのではないかということを誰しも思ったことがあると思います。ということで今回は、もうすぐ楽天スーパーセールもあるということで、セリアやキャンドゥの毛糸と毛糸ピエロ、毛糸雑貨ストアーズの毛糸で同じようなものがあるかっていうのを大調査しましたので、その結果を報告したいと思います。本題に入る前に、そもそもどうしてこんなに100均の毛糸が人気で品薄なのか、その動機を知らずして調査をしてもピントがずれた調査になってしまうと思ったので、なぜ100均の毛糸を皆さんが買うのか、スレッズでアンケートを取ってみました。選択肢はコスパがいいから、色やデザインが好みだから、編みたい作品の推奨糸だったから、その他という風にしたんですけれども、このアンケートはちょっと私の選択肢のセンスがなさすぎたと反省しております。というのもですね、331票が集まったんですけど、家の近くで毛糸を買える場所が100均しかないんだっていうコメントが大変たくさん寄せられました。これは本当に皆さんの気持ちを理解していなかったなと反省させられました。で、私がもともと考えていた選択肢の中ではコスパがいいからっていう回答が 43% で1位でした。いただいたコメントではやっぱりネットの毛糸は送料が気になって買えないっていう声もすごく多かったのも象徴的でした。で、2位が割と僅差で色やデザインが好みだからっていう選択肢でしたね。お近くの手芸屋さんには無難な糸しか置いていないから100均の季節限定の毛糸をすごく楽しみにしているといったコメントもありました。あとは実物を見て買えるのがすごく重要だっていう声もかなり多かったですね。ネットだと手触りまではわからないので買って失敗したら辛いという理由で控えている方が多かったです。こういった声の全てにお答えすることは難しいんですけれども、1位だったコスパの良さっていうところを今回の調査ではチェックしたつもりです。具体的にはネットと100均で毛糸のグラム数が違うので、割高なんだか割安なんだか分からなくなる時があると思うんですよね。なので似た毛糸については100均のグラム数に換算していくらになるのかっていうのを比較できるようにします。といったような感じで、このような有益と言っていいかわからないんですけど、有益動画もたまにアップすることがあるので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、では本題に入っていきましょう。流れとしては、具体的にどんな調査をしたか、皆さんに前提を共有した後、データ上似ていると思われる毛糸をどんどん紹介していきます。そして最後に総括と、あと注意事項とか、あと情報提供のお願いとかといった流れで進行していきたいと思います。まず具体的にどんな調査をしたかですが、楽天市場などの販売ページを参考にして各毛糸の情報、素材、重さ、長さ、針の号数、ゲージなどを個人的にスプレッドシートにまとめて手作業で比較していきました。そのデータをもとにこれは似てるかもと感じた毛糸をピックアップしてこの動画ではご紹介します。あくまで個人の視点による非公式なまとめですので、参考程度にご覧いただけたら嬉しいです。その他注意事項がいくつかありまして、まずこの動画やブログ記事の内容は非公式の内容であるため、企業様へのお問い合わせは絶対にやめてください。五商産業さんやセリアさん、キャンドゥさんとは全く無関係の個人による非公式な調査・比較動画です。楽天市場などの公開情報をもとに個人の視点で似ている毛糸を紹介しているものとなります。情報の正確性を保証するものではないため、購入やご使用にあたっては各商品の公式情報を必ずご確認ください。繰り返しになりますが、企業様にこの動画やブログ記事に関するお問い合わせをされないようよろしくお願いします。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで大変長らくお待たせしました。セリア・キャンドゥのケイトとデータ上は似ているケイト・ピエロ、ケイト雑貨ストアーズのケイトをご紹介します。なお、この動画はブログ記事版もございます。動画よりも文字で読みたいよっていう方は概要欄からブログ記事の方を読んでください。では、似ているケイト、一つ目はセリア・キャンドゥのニューコットンベビーとケイト・ピエロのコットンマム、ケイト雑貨ストアーズのニューコットンベビーは似ているという話です。これがね、個人的にはいきなり大番狂わせでした。私はてっきりセリア・キャンドゥのニューコットンベビーはケイト雑貨ストアーズのニューコットンベビーと一致するものだと思っていたんですけれども、もしかしたらデータが違くてそちらの方と一致するかもしれないんですけれども、データ上はコットンマム、ケイト・ピエロのコットンマムの方が一致します。セリア・キャンドゥのニューコットンベビーとケイト雑貨ストアーズのニューコットンベビーでは棒針、かぎ針の推奨号数、そしてメリアス編みでの標準ゲージがこの2つでは一致しないんです。では何が一致するかというと、ケイト・ピエロのコットンマムが一致しました。名前が違いすぎるから素材感とかは全然違う可能性もあるので不安ではあるんですけれども、太さとかゲージはコットンマムが完全一致しました。とはいえケイト雑貨ストアーズのニューコットンベビーもメリアス編みの標準ゲージで 0.5 段だけの差なので、ゲージと素材だけ見ればこの3つ、セリア・キャンドゥのニューコットンベビーとケイト・ピエロのコットンマム、ケイト雑貨ストアーズのニューコットンベビーはほぼ同じように使えるのではないかと思っています。で、問題はお値段で、コットンマムは1玉から買えるんですけれども、1玉330円します。で、ニューコットンベビーは5玉で1200円。で、これを100均と同じグラム数に換算すると、コットンマムが165円換算。で、ニューコットンベビーが160円換算になります。この価格差を許容できるかは皆さん次第だと思うんですけれども、とはいえ、数の揃えやすさとかはネットに軍配が上がると思っていて、入荷状況としてコットンマムは5月24日現在では全色ありました。で、ニューコットンベビーの方もきなりっていう色以外は揃っているっていう状況でした。続いて2つ目の似ている毛糸はセリア・キャンドゥのニューエンジェルコットンとケイト雑貨ストアーズの天使のコットンです。まず名前がちょっと似ているんですが、この2つの毛糸は棒針、かぎ針の推奨号数までは一致します。ただゲージまでは一致しません。ニューエンジェルコットンが23目で 33.5 段なのに対して天使のコットンは22目で31段なんです。また糸の長さもちょっとだけずれます。エンジェルコットンが 20g で49メートルあるんですけれども、これを 30g に換算すると 73.5 メートルになるんですね。天使のコットンは 30g で71メートルなので、やっぱり多少はずれるかなと思います。ただここはそこまで大きな差ではないんじゃないかなと個人的には思ってます。やっぱりそれよりは 20g 換算した時のお値段の方が気になる方は多いのではないかと思っていて、30g×5 玉パックで私が見た時点で1073円で販売されていたんですが、これを 20g1 玉に換算すると1玉あたり143円になります。これもやっぱり価格差を許容できるかっていうのは皆さん次第なのかなと思います。続いてセリアの UV コットン 100% とケイト雑貨ストアーズの UV プラス UV コットン 100% は似ています。こちらは棒針、かぎ針の推奨号数、それからゲージまで一致します。名前も似ていますし、UV カットっていう糸の特徴も似ていますよね。こちらもネックになるのは価格面なのかなと思います。入荷状況も結構厳しいんですが、在庫限りで販売終了の UV コットン 100%、こちらは5玉パックで619円です。1玉あたりの値段は123円になります。
で、次回入荷未定で現在売り切れ中の UV プラスは5玉パックで1166円。UV プラスは 30g 入っているので、これを 20g に換算すると1玉あたり155円になります。どんどんいきましょう。セリア・キャンドゥのきらめきコットンとケイト・ピエロの綿帽子ラメコットン、ケイト雑貨ストアーズのカノン、こちらの毛糸が似ています。きらめきコットンはすごい好きな毛糸なんですけど、セリアで全然見かけなくなりましたね。似ている毛糸としてケイト・ピエロの綿帽子ラメコットンとケイト雑貨ストアーズのカノンっていう毛糸があります。綿 95%、ポリエステル 5% という素材の構成は一致していて、コットンの中にラメが入ったすごく可愛い毛糸です。ただ、ケイト・ピエロの綿帽子ラメコットンとケイト雑貨ストアーズのカノンはセリア・キャンドゥのきらめきコットンよりも若干太いです。棒針、かぎ針の推奨号数も1号ずつずれる感じですね。次に入荷状況なんですが、ケイト・ピエロの綿帽子ラメコットンは次回の生産・入荷ともに未定です。桜という色だけわずかに残っているんですが、他の色は売り切れになってました。お値段は 40g で363円なので、20g だと182円になります。このあたりの価格もね、ちょっとネックになる方も多いんじゃないでしょうか。ケイト雑貨ストアーズのカノンの方は一部の色で売り切れがあるんですが、11色あるうち7色は2025年の5月24日現在販売されています。こちらは 40g×3 玉で1100円での販売なので、20g×1 玉に換算すると183円になります。なので、ちょっと100均に比べると割高になっちゃうんですが、次回再入荷は7月頃を予定しているということで、予定が見えるだけ綿帽子ラメコットンとかきらめきコットンに比べれば手に入れやすい毛糸と言えるかもしれません。それからカノンに関しては、私がたまたま友人にプレゼントするものを編むために購入していたので現物検証ができました。比較するきらめきコットンはめっちゃ昔に編んだコースターしかなかったので、それと比べる形にはなってしまったんですが、比べたところ印象が結構違いますね。ラメが入っているっていうところは共通するんですけれども、よられている糸の太さが結構違うように体感では感じました。写真で伝わるかがちょっと自信ないんですけれども、このあたりの糸のニュアンスも重要な方には買うときにご注意いただきたいなと思っております。続きまして、セリア・キャンドゥの七色彩色とケイト雑貨ストアーズの七色彩色ですね。これはさすがに名前も同じですし、棒針、かぎ針の推奨号数、そしてゲージまで一致するので、同じような糸だと言っていいのではないでしょうか。また価格もケイト雑貨ストアーズの七色彩色の方が割安でした。5玉で468円であるのと 30g 入っているため、100均サイズの 25g に換算すると1玉あたり78円になります。ただこれはページを見たところ特価品っていう風に書いてあったので、セール中なんだと思うんですよね。普段はもっと高いのではないかと思います。で、特価品ということもあるんですが、色も一部売り切れがあったりするので、欲しい方はお早めにご注文されるのがよろしいのではないかと思います。次がセリアのケイクとケイト雑貨ストアーズのケイクですね。こちらも名前も同じですし、棒針、かぎ針の推奨号数、そしてゲージまで一致するので、ほぼ同じような糸だと言っていいのではないでしょうか。カラーバリエーションは違うものもあるんですが、同じに見えるものもあります。で、入荷状況も1色だけ売り切れのものがあるんですが、他は揃っているっていう状況です。お値段は 30g×10 玉で990円で販売されているので、25g1 玉換算にすると83円になります。10玉単位でケークを使うよっていう方は、ケイト雑貨ストアーズで買う方がお得だと思います。続きまして、セリアのニューベビーちゃんとケイト雑貨ストアーズのベビーちゃんは似ています。
名前も乳がついているかいないかの差なので似ていますし、素材の構成と、あと棒針かぎ針の推奨号数、それからゲージまで一致しています。オンラインではバニラ以外は色が売り切れていて、次回の再入荷も未定となっております。コスパ面では 40g で211円だったので、20g に換算すると106円になります。ケイト雑貨ストアーズで買う方が若干割安になる毛糸でした。続きまして、セリアのニュークラフトペーパーヤーンとケイトピエールのペーパーヤーンも似ています。棒針、かぎ針の推奨号数、そしてゲージまで一致します。名前もちょっとだけ似ています。ただ、こちらは価格差が結構気になりました。セリアのペーパーヤーンが、売値がちょっと気になるんですけど、30g 一玉で110円で合っていると思うんですが、ケイトピエールのペーパーヤーンは 100g で752円なので、30g 換算すると226円になるんですよね。すると値段が2倍くらいになってしまうので、ゲージが同じっていうだけで、このニュークラフトペーパーヤーンとケイトピエールのペーパーヤーンは別の糸なのかもしれないなとも思います。そろそろ終盤になります。セリアの抗菌アクリル波太、キャンドゥの抗菌雑貨アクリル、ケイト雑貨ストアーズの抗菌アクリル波太は似ています。セリアのものとキャンドゥのものは名前は違うんですけれども、データ上だとゲージまで一致する毛糸になります。で、ケイト雑貨ストアーズの抗菌アクリル波太は棒針、かぎ針の推奨号数とゲージは若干ずれます。ただ、機能面の特徴は東レの抗菌防臭アクリル仕様なので似ています。お値段は1玉150円なので100均の方が割安です。最後に、これは似ている毛糸としてカウントしていいかちょっと自信ないんですが、セリアの抗菌アクリルマーブルとキャンドゥの抗菌雑貨アクリル段染め、ケイト雑貨ストアーズの柔らかアクリル段染めがちょっとだけ似ているかなと思います。まず、セリアの抗菌アクリルマーブルとキャンドゥの抗菌雑貨アクリルの段染めはデータ上では一致します。ゲージまで一致します。で、ケイト雑貨ストアーズの柔らかアクリル段染めは棒針、かぎ針の推奨号数は一致するものの、ゲージもちょっとずれますし、機能面でも抗菌防臭機能が謳われていないので、糸としては別物だと思います。ただ、アクリル 100% の毛糸であるっていうことと、段染めの毛糸であるっていう点は一致するので、もう段染めのアクリル毛糸だったら何でもいいんですっていう場合は代用できると思います。お値段は5月24日現在で 35g132 円なので、30g に換算すると113円となり、ほぼ100均の毛糸と同じくらいのお値段になります。というわけで、今回見つけたデータ上似ている毛糸は以上になります。いくつかは似ている毛糸を見つけることができたかなと思っています。今回の内容はブログ記事でも同様にまとめていますので、何だったかなと思ったらブログの方をご覧ください。ブログ記事へのリンクは概要欄に貼っておきます。注意事項は繰り返しの内容となって恐縮なんですけれども、今回の動画や記事の内容を転載したり二次利用することはやめてください。また、今回の内容は私が個人でまとめた内容であって非公式の内容です。お商産業さんやセリアさん、キャンドゥさんに今回の動画やブログ記事についてお問い合わせをしないようよろしくお願いします。あと、繰り返しのお願いにはなるんですが、現物検証についてご協力いただけると嬉しいです。今回の検証では品薄の状況下でもあったので、現物検証がほとんどできていません。なので、データ上は似ている毛糸でも現物を見たら全然違うっていう可能性もあります。なので、もしお手持ちの毛糸で皆さんが比較できた場合は、私の動画やブログ記事のコメント欄で教えていただけると、他の方にとっても有益な情報になると思うので、ぜひお寄せいただけるとありがたいです。
また、どこまでタイムリーに更新できるかは約束できないのですが、コメント欄でいただいた内容も随時、ブログ記事の方に反映をしていきます。動画は一旦上げると、撮り直すというか、更新することが難しいので、コメント欄とか概要欄の方は随時更新しようかなとは思うんですが、基本的にはブログ記事の方を更新していく予定です。で、あとは、これは皆さんの気が向けばなんですが、もし写真とかを撮れる状況だったら、写真をいただけると特にブログに貼りやすいのでお願いしたいです。で、写真は SNS、X、インスタ、スレッズやってますので、DM の方に送っていただければブログ記事に反映したいと思っております。ちなみにですが、6月の頭には楽天スーパーセールがあると予想されますので、ネットで買うならその時期に買うのが賢いかなと思います。楽天スーパーセールをはじめとした楽天のセールの攻略情報は、過去に100均毛糸転売ヤー撲滅動画っていうのを出しておりまして、そちらで紹介しております。その動画では100均の毛糸を手に入れるために役立つ情報もまとめています。在庫検索とかお取り寄せとかについてですね。こちらも概要欄に関連動画として動画の URL を貼っておきますので、まだご覧になっていない方はぜひご覧ください。ということで、めちゃくちゃ長くなりましたが、五商産業さん徹底攻略動画、セリア・キャンドゥの毛糸とケイトピエロ、ケイト雑貨ストアーズの毛糸は同じという動画でした。今回の動画はかなり頑張りましたので、良かったなと思ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは、内海朝でした。番組からのお知らせです。チャンネル登録者数1000人突破を記念してリアル編み会を開催します。7月20日日曜日13時から15時、新宿で開催します。集合時間は12時45分の予定です。費用は1500円。レンタルスペース代に使用します。最大8名様受け付けております。リアル編み会のエントリーは LINE 公式アカウントで受け付けております。左の QR コードを読み込んでいただくか、概要欄に LINE 公式アカウントの登録 URL を貼っておきますので、そちらからぜひお気軽にご登録ください。皆さんの参加をお待ちしております。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。楽しんでもらえたらぜひ高評価とコメントも待ってます。チャンネル登録してもらえるともっと編み物の動画を届けられるのでぜひお願いします。みんなのおすすめの毛糸屋さんや気になる毛糸、トピックスも教えてください。また次の動画でお会いしましょう。